今回は水彩色鉛筆と水筆を使って綺麗なグラデーションを作るコツをご紹介したいと思います。ビフアール水彩紙、紙の目は細めのものを使います。で、はがきサイズのものを使いたいと思います。で、3種類描きたいのでマスキングテープを使って区切っていきたいと思います。マスキングテープは 15mm のものと、あとは 6mm の幅の狭いもの2つ使います。まずはこちらの 15mm の方で周りにぐるっと一周貼ってしまいたいと思います。こんな感じで柄があると、この柄を目安にしてまっすぐ貼れるので便利だと思います。で、この水玉のこのラインを合わせて貼っていきたいと思います。これなんでここに机に貼ってしまうかというと、水をつけた時に紙がふにゃふにゃっとなってしまうので、それをなるべく防ぐために水張りみたいなもんですね。で、ここ3分割にしたいので、細い方のこの 6mm のマスキングテープで3つに画面を分けていきたいと思います。すごく几帳面な方は測ってくださいね。私は適当に3つにしていきたいと思います。だいたいこの辺かな。で、残りを半分に分けます。こんな感じに3つに分けておきます。で、水彩色鉛筆は、ユニのウォーターカラー、三菱鉛筆さんのユニウォーターカラーっていう水彩色鉛筆を使います。普通の色鉛筆では水に溶けないので、必ず水彩色鉛筆を使ってください。あとはメーカーによってちょっと溶け具合が違うので、私がいつも使ってるのはユニと、あとはステトラの水彩色鉛筆ですね。そちらがおすすめです。画材については動画下の説明欄の方にも記載しておりますので、そちらも参考にしてください。こちらの一番左側からまずは1色のグラデーションを塗ってみたいと思います。ユニのダークフタローブルー852番青色を使います。で、上が薄くて下が濃くなるようにしていきたいので、上から塗り始めたら少しずつ半分を過ぎたあたりからちょっと力を入れて少し濃くします。あとは下を濃くしたいので、もう少し今度は反対の下からだんだん力を抜きながら上の方まで行きましょう。で、何度か塗り重ねて下の方がちょっと濃いめになるように塗っておきます。では水筆で溶かしていきたいと思います。水筆っていうのはこの軸の部分にこんな感じで水を入れて使う筆になるんですけど、ここの軸を押すとこの筆先の方に水が出てきて、ここからどんどんじわじわと水が出てくるので、途中で水をこう付け足したりしなくても描けるっていう便利な道具になってます。で、普通の筆でももちろん溶かすことはできるんですけれども、普通の筆だと途中で水が足りなくなった時にもう一度水にこう筆をつけて途中からまた溶かさなきゃいけないので、そうするとムラになりやすくなるんですね。なので、今回はこちらの水筆を使っていきたいと思います。で、軸をちょっとキュッと押すとこの筆の先からポタポタっと水が出てくるので、これを筆先によくなじませておきます。で、溶かすときは薄い色の方から濃い色の方へ向かって溶かしていきます。筆先は薄い色の方を向けます。で、このマスキングテープの上に大きく筆をペタッとつきます。ここの筆の先からこの根元の部分までしっかりつきましょう。筆全体を使って溶かしていきます。で、このペタッとついたら左右に動かして溶かしていきます。で、左右に動かしながらどんどん下に下がっていきましょう。で、途中でちょっと水が足りなくなってきたなと思ったら軽く少しだけ軸を押して水を足しましょう。こんな感じで最後まで溶かせたら筆はきれいにしておきます。で、ドライヤーを使って乾かしてしまいます。このグラデーションをこのまま固定したいので、ドライヤーで一気に乾かしてしまいます。
マスキングテープの上に残った絵の具はちょっと乾きにくいのでティッシュで押さえて拭き取っておきます。でこんな感じで1色のグラデーションができたので、次は2色使ってみたいと思います。ユニの水彩色鉛筆レモンイエロー805番を使います。でこの上の方に黄色を塗って下はオレンジ色にしたいと思います。でこれも同じように上の方から塗り始めます。でこの辺りまで黄色を塗りたいんですけれども、だんだん色が薄くなるように塗ってきます。上が濃くて下が薄くなるように少しずつ力を抜いて薄くなるように塗ってきます。でこの辺りまでですね、3分の1くらいのところまで薄くなるように塗りましょう。上が濃くなるようにもう一度塗り足します。こんな感じに塗れたらライトオレンジ813番を今度は下の方から塗っていきます。下が濃くて上が薄くなる感じになります。で下を濃いめにしてだんだん力を抜きながら上に上がっていきます。でこの辺まで塗りましょう。薄く塗ります。で今度は逆に下が濃くなるようにちょっと力を入れながら塗ってで色の調整をしましょう。ここの2色の幅がですね、黄色をこれくらいまで塗ってオレンジをこれくらいまで塗って、こんな感じで真ん中が色があんまり重なっていないとここが白っぽくなってしまいます。これをこうやって溶かすとこんな感じで真ん中が白っぽくなるんですね。こんな感じで白くしたいときは間を少し開けていただいてもいいんですけれども、今回はじわーっと色が変わるようにしたいのでこの真ん中のこの辺にもちょっと色がちゃんと乗るように塗っておきましょう。で黄色の方がちょっと色が薄めなのでちょっと多めに塗っておこうかなと思います。で先ほどと同じように軸を軽く押して筆先に水をなじませたら筆をマスキングテープの上にペタッと先から根元まで大きく筆をつけます。で筆全体を使って溶かしていきます。左右にゆっくり動かしながら下の方へ下がってきます。今回は黄色が薄い色なので黄色の方からオレンジへ向かって溶かします。こんな感じでゆっくり最後まで溶かしましょう。そしたら筆はきれいにしておきます。ドライヤーを使って乾かします。こんな感じで真ん中のグラデーションができました。で時々こうしましまになってしまうのが気になるっていう方もいらっしゃるんですけど、絵なのでそこまで完璧を求めなくてもいいと思います。ちょっとムラになってもそれが味になるのでそこまで厳密にきっちり溶かさなきゃっていうことはないです。ちょっと真ん中が薄くなってしまってもちょっと上の方が薄くなってしまってもちょっとぐらいムラになってもそれはそれでいいと思うのでそのまま書き進めても構わないと思います。どうしても気になるっていう時はやり直してください。で一番右側は3色でグラデーションにしていきたいと思います。レモンイエロー805番をまず一番上に塗っていきます。今回は3色使うのでこの辺まで濃く塗ったらちょっとだんだん薄くしていきましょう。
こんな感じでこの辺まで黄色がかかるように塗っておきます。で真ん中はピンク色を塗ります。ローズカーマイン824番を塗ります。真ん中は真ん中がピンクが濃いので、まず真ん中を塗りましょう。でだんだん上に向かって薄くしていきます。で真ん中から下に向かってだんだん薄くしていきましょう。こんな感じにここら辺が一番濃くて、上と下にふわーっと薄くなるように塗っておきます。で一番下にはプルシャンブルー851番を塗ります。で下が濃いのでこの濃い方から塗っていきたいと思います。でだんだん薄くしながら力を抜きながらピンクの方に色を塗っていきます。でちょっと軽い力で重ね塗りをして色の調整をしましょう。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。軸を押して筆先にしっかりと水を含ませたら、マスキングテープの上に筆を大きくついて、筆の筆先から筆の根元まで全体を使って溶かしていきます。左右に動かしながら少しずつ下に下がっていきましょう。全体を溶かせたら筆はきれいにしておきます。でドライヤーで一気に乾かしましょう。こんな感じで3種類のグラデーションができました。もし失敗してもこれ練習なので何回かやってみてコツをつかんでいただきたいなと思います。でせっかくなのでここに書き足しをして風景に仕上げていきたいと思います。でくるっと紙を逆さまにして書いていきたいと思いますので、マスキングテープを剥がしてこんな感じで逆さまにしましょう。では一番左側から描いていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆ホワイト801番で星を飛ばしていきたいと思います。星の上手な飛ばし方については別の動画がありますので、そちらも参考にしていただきたいなと思います。でこの星を飛ばす時には水筆ではなくって普通の筆を使いたいと思います。あとは雑巾とお水を用意しましょう。でこの色鉛筆の芯の先を溶かしてここにこう弾いて星を飛ばしていきたいと思います。でこちらの2つにはちょっと色をかけたくないのでティッシュで覆いをしておきましょう。水彩色鉛筆の先をちょぽんとお水につけてしまいます。筆も濡らしてこの芯の先を筆でこすって絵の具を作っていきます。こんな感じでここの上でやると絵の具が飛び散ってしまうので、安全な場所で筆で芯を溶かして絵の具をこの先の方に作っていきます。で絵の具が薄いと薄めの星になってしまって綺麗に白くならないので、ちょっと濃いめの絵の具を作りましょう。水が足りなくなったら少し筆に水を足してこんな感じで絵の具を作っていきます。でこの絵の具をここでパチンと弾いてここに飛ばしていきます。で色鉛筆は紙から10センチくらいですかね、上の方に上げて上の方でパチンと弾きます。で同じ角度じゃなくて少し向きを変えながら、あまり飛ばなくなってきたら絵の具が少なくなってきているので、もう一度水を足して絵の具を作ります。
こんな感じで飛ばせたら筆はきれいにして、で水彩色鉛筆の先に水がついたままになっているとこの芯がどんどん溶けてグズグズになってしまうので、ティッシュなどでしっかりと水分を拭き取っておきます。で完全に水分が取れたらこの状態で乾かしておきましょう。でこの星の部分を一旦乾かします。でこの下の方に雲を描いていきたいと思います。カナリーイエロー808番を使います。黄色でここのレモン色の部分に雲を描いていきます。ピンクと黄色の間ぐらいですね。小さくくるくるくるっと円を描くようにして、小さな円をこうつなげるようにして雲を描いていきます。下の方はちょっと横にシュッシュッシュッと線を引いて、こんな感じの雲を描きましょう。でもちょっと上の方にももう一個描きたいと思います。くるくるくるっと描いて横向きに、下の方は横向きにこんな感じに線を入れておきます。でこの雲よりも少し小さい雲をもう一つ描きましょう。形もちょっと変えて、で下の方は横向きに、でさらに小さい雲をもう一つ下に描きます。これより下は横向きの線だけでこんな感じに描いておきましょう。これで左側は完成です。で続いてこの真ん中の夕焼け空みたいなところを描きたいと思います。ブラック899番でこの下の方に小さな林を描いていきます。で色鉛筆をこう縦に動かして、でこの線の高さをちょっとずつデコボコした感じに変えながら、こんな感じに林を描きましょう。ちょっと濃いめに塗っておきましょう。でもう一個こっち側にも小さい林を描きます。こんな感じです。そしたらこの部分にも水をつけていきます。普通の筆にお水をつけて軽くタオルで水分を拭き取ります。で筆をこうちょっと置くようにして溶かしていきます。でこの線に沿ってペタペタペタっとデコボコした感じになるように、こんな感じで溶かして、この林の感じを出していきます。こんな感じに溶かせたらドライヤーで乾かしてしまいましょう。乾いたらこのブラック899番の芯の先をちょっと尖らせたいと思います。でこんな感じでツンツンに尖らせたら、ここに鳥を描いていきましょう。で鳥はこんな感じで V 字を描いて、でこの翼の先をちょっとピュッと描き足してあげます。でこの V の角度をちょっとこう変えると違う感じの羽ばたいている途中の鳥が描けますので、こんな感じでいくつか描いていきましょう。で大きさも少し変えて何羽か描きましょう。こんな感じで描けたら真ん中の部分は完成です。で続いてこちらの一番右側を描いていきたいと思います。まずはこの消しゴムで上の方に雲を描いていきたいと思います。画面の右上の方から斜めにこう消したいと思います。でとりあえず1本消してみましょう。こんな感じでシューッと消すとこんな風に白っぽくなるので、こんな感じで、そしたらこの下には海を描きたいと思います。ユニのダークフタローブルー852番を使って、まずここに水平線を描きたいと思います。定規を使ってまっすぐに引きたいと思います。ここから1センチくらいですかね。ギュッと薄めに線を引きます。
で色鉛筆を横に動かして左右を塗っていきたいと思います。真ん中のところはちょっと白っぽく残したいので、左は左からこんな風に塗ります。右は右側からこんな風に塗って、で真ん中がちょっと白っぽくなるようにしておきましょう。そしたらこの部分を筆で溶かしていきます。でここは水筆でも普通の筆でもどちらでも大丈夫です。で筆を先ほど色鉛筆で塗った時と同じように左端から真ん中へ、で右端から真ん中へ、こんな感じで動かして、で全部きっちり溶かす必要はないので、少しカサカサした感じが残っていても大丈夫です。でこんな風に溶かせたらドライヤーでここの部分を乾かします。でこの水面の部分にもキラキラした感じを出すのに、この星と同じように白い絵の具を飛ばしていきたいと思います。絵の具をかけたくないところにはティッシュで覆いをしておきます。この水面のところにだけ絵の具を飛ばしたいので、こんな感じで隠して、ユニのホワイト801番のこの芯の先を水に直接つけて、濡らした筆で芯の先をこすって絵の具を作っていきます。しっかり絵の具を作れたらこの部分に飛ばしていきましょう。こんな感じで飛ばせたら筆はきれいにして、色鉛筆の先は必ずしっかりと水分を拭き取っておきましょう。でこの絵の具の部分を乾かします。乾いたら海の向こう側に島を描いていきたいと思います。フルシャンブルー851番で描きます。ちょっとね先は尖らせておいた方が描きやすいかと思います。でこの水平線より上の部分に島影を描きましょう。こんな感じで完成です。でマスキングテープを剥がすときは少しだけドライヤーで温めると剥がしやすくなるので、もし剥がれにくいなっていう時はドライヤーを使って温めてから剥がしましょう。やけどには注意してくださいね。でちょっと温めるとこんな感じで剥がしやすくなります。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。いつも楽しく読ませていただいております。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。